金朝という国が崩れ、南宋という国が追い詰められていく。この壮大な歴史の物語は、モンゴル帝国が南へ向かって突き進んだことで、中国大陸のすべてが塗り替えられていく様子を描いています。戦争という激しい嵐と、国家がバラバラに壊れていく過程。この2つの視点から、モンゴルがどのように金朝を滅ぼし、南宋を追い詰め、中国の政治の仕組みを根本から作り変えたのかを、時間の流れに沿ってお話しします。物語の始まりは、西暦1211年のことです。チンギス・ハーン率いる最強の騎馬軍団が、金朝の守りを突き破りました。当時の金朝は、国全体で軍事を管理していましたが、国境付近の守りはとても弱かったのです。スピードに優れたモンゴルの騎兵に立ち向かう準備は、ほとんどできていませんでした。チンギス・ハーンは、馬で猛スピードで突撃し、弓矢を次から次へと放つ戦術を使い、金朝の頑丈な城壁さえも揺るがす勢いで攻め込みました。その結果、1213年には頂上を突破して河北地方に入り、金朝の首都である中東、今の北京を包囲したのです。絶体絶命の危機に陥った金朝は、西暦1214年に首都を中都から海風へと南へ移しました。しかし、この引っ越しは、王様の力が弱まっていることを象徴する出来事でした。軍のやる気はなくなり、お金のやりくりもめちゃくちゃになりました。1215年、ついにモンゴル軍が中東を落とし、金朝は北の方を支配する力を完全に失いました。その後、金朝は物資を運ぶ道や地方への支配力を少しずつ失っていきます。1227年にチンギス・ハーンが亡くなると、後継者のオゴタイ・カンが金朝を倒す作戦を引き継ぎました。オゴタイの指揮下で、モンゴル軍は金朝の防衛線を計画に破壊していきました。1232年の三峰江の戦いで金朝の軍は壊滅し、首都である海風は完全に包囲されました。1233年、海風はモンゴル軍に占領され、金朝の政治の中心は消え去りました。そして1234年、金の相宗が自ら命を絶ったことで、金朝は正式に滅びました。これでモンゴルは北中国のすべてを手に入れ、南宋を囲い込む準備がほぼ整ったことになります。モンゴルの攻めは、ただ闇雲に襲ったわけではありません。戦略に、じわじわと金朝の体力を削っていったのです。その過程で、国の中心にある権力は形だけになり、地方の有力者が力を持ち始めるという、内部から崩壊していく兆候が現れていました。金朝を滅ぼした後、モンゴルは占領した土地をどう治めるか考え始めました。最初は軍事な支配でしたが、1250年頃まで経つと、農業中心の中国北部では、馬に乗った兵士だけの支配ではお金が十分に集まらないことが分かりました。そこでモンゴルは、官土の役人を積極に雇うことにしました。ヤリツスワエザイヤリュウといった人物たちが、中国の古いやり方を復活させることを提案しました。ヤリツスワエザイは、農民を奴隷にするのではなく、税金を払う自由な民として扱うべきだと説きました。そうすることで、農業の生産量を維持し、国に入るお金を安定させようとしたのです。また、劉は後の元朝の首都となる大都の設計に関わり、モンゴル政権が正当なものであることを、儒教という考え方を使って結びつけました。税金の集め方には、包み税制という仕組みが導入されました。これは、政府が地域ごとの税金の目標額を決め、それを集める仕事を民間の商人やお金持ちに任せるというやり方です。請負人は、政府に決まった額を納め、それを超えて集めた分を自分の利益にできました。しかし、利益を出そうとして無理に税金を取り立てたため、農民の負担が激しくなり、地方で反乱が起きる火種となりました。短期には政府のお金になりましたが、長い目で見れば、農民が農業への意欲を失い、社会が不安定になる原因となりました。このような統治のやり方は、四等人制という身分制度の始まりにつながりました。人々をモンゴル人、イロメ人、関道、南人の4つのグループに分け、
特権や義務を不平等に割り振ったのです。また、広い領土を管理するために、地方の行政区画が作られました。これが後の元朝の下り中書省という制度へと発展します。同時に、軍屯田制という仕組みも広がりました。モンゴル軍とその仲間たちが、中国北部や長江の辺りに農地を作り、自分たちで食料を調達しながら、その土地を支配する基盤を固めたのです。金朝が滅んだ直後、モンゴルは南宋への圧力を強めました。1235年、オゴデイ、漢は大掛かりな南征を開始しました。南宋は、長江という大きな川を天然の堀と考え、要塞を中心とした守りの作戦に出ました。城壁や成都平原などの重要な拠点に陣を張り、城壁を強くし、船を使って物資を運ぶルートを確保しようとしました。しかし、モンゴル軍は長江の上流から下流へと突き進み、1236年から1240年にかけて、城壁城を包囲しました。城の中の食べ物は次第になくなり、長い包囲戦で住民の生活は限界まで追い詰められました。1259年、四川省の相川にある長漁場での防衛戦は、一時な成功例として知られています。小の王権は、険しい地形と船による支援をうまく使い、モンゴル軍を追い払いました。しかし、この勝利はモンゴル内部での権力争いを引き起こすことになります。モン家、漢はこの戦いの途中で病死し、規約、漢と有区、部下の争いが始まりました。南宋はこの混乱に乗じて、一時に守りを維持することができました。しかし、1267年から1273年にかけて、不備来、漢が城碑と繁盛を落とすため、約6年もかかる長い包囲戦を仕掛けました。不備来は、中東から呼んだ技術者に、開海砲という巨大な投石機を作らせました。この大きな石を飛ばす機械で、城壁を粉々に砕いたのです。さらに、船の軍隊を強めて長江の制海権を握ったため、南宋への物資のルートは完全に断たれました。1273年、ついに城壁が陥落し、南宋の要塞による守りは完全に崩れ去りました。それに続き、1276年に首都の臨安が落ちたことで、南宋は実質に滅びました。生き残った勢力は南の海へ逃れ、1279年の崖山海戦で最後の抵抗を試みましたが、数で劣っていた南宋の水軍は全滅し、趙、豊王府と指揮先は自害しました。モンゴルの南宋への攻めは、ただ力でねじ伏せただけではなく、政治の仕組みを作り直すことでもありました。1271年、クビライ、漢は国号を大元とし、元朝を正式に建てました。元は金朝と南宋が持っていた領土を一つにまとめ、1274年に下り中書省という制度を全国に広めました。全国を10の下り省と、中央が直接管理する地域に分けたのです。この仕組みは、後の明清の時代まで受け継がれ、中国の地方統治の基本となりました。元朝は、四島人制を厳しく行いました。民族によって階級を分け、モンゴル人と色目人が支配する側になり、甘土と南人は低い役職にしかつけないようにしました。1286年以降、南の人も高い役職につけるという決まりができましたが、実際には政治から外され続けました。また、軍屯田制も広がり、1285年時点で全国に約150万個の屯田兵が配置されました。彼らは食料を調達し、地方を支配する重要な役割を担いました。屯田兵は、もともとの甘土の軍と、新しく降伏した軍に分けられ、南へ移された新府軍は厳しく監視されました。1291年には、彼らが武器を持つことを禁止する命令が出されました。元の法律であるイタリ元神格は、中国で初めての全国統一の法律でした。金や南宋の古い法律をなくし、モンゴルの習慣と中国の法律を混ぜ合わせたものです。例えば、モンゴル人が漢人を殺した場合は、牛一頭を払えば済むとされましたが、逆に甘土がモンゴル人を殺した場合は死刑となりました。この法律は、民族による不平等を仕組みとして固定し、
支配構造をガチガチに固めてしまいました。お金の面では、1293年に至りも都財不統計という調査が行われ、江南地方から毎年約200万隻もの税米が大都へ運ばれました。運河を整備し、船で物資を運ぶ仕組みを強めたことで、元朝の財政は安定し、モンゴル貴族の贅沢な暮らしや軍隊の活動を支えました。また、科挙という試験も1315年に再開されましたが、試験科目はモンゴル語と漢語に分かれ、合格者の名簿もモンゴル人、色目人のための左と、関東、南人のための右に分けられました。左の合格率は高く、大臣や地方の長官のほとんどを占めましたが、関東の登用は限られていました。元朝の統治は、江南財布使という機関を置いたり、魚林図札という土地台帳を整理したりして、地主たちの財産をしっかり把握し、税金を最大限に集めようとしました。しかし、これが1351年の黄巾の乱という大きな反乱の一因となりました。脱脱という宰相が、南宋時代の役人の仕組みを一部復活させようとする至り正しさらかを推し進めましたが、モンゴル貴族の激しい反対にあって失敗し、中央の権力はさらに弱まっていきました。元朝の首都である大都には、1270年代に約10万人のモンゴル軍とその家族が移り住みました。1300年頃には、人口の3割以上が漢民族以外の人々で構成されていました。また、泉州や広州にシフネ市という貿易管理所が置かれ、シルクロードと海の道をつなぐ貿易の中心地として機能しました。一方で、1325年に導入された諸式戸籍制度では、すべての住民を職業や民族別に登録し、代々、兵役や労働を強制させました。農民は民戸、兵士は軍戸、職人は匠戸、僧侶は僧戸と分類され、自由に移動することは厳しく制限されました。この制度は、南宋時代にあった比較自由な身分の上がり下がりを完全に否定し、元の支配構造を固定してしまいました。しかし、元朝の支配は決して安定していたわけではありません。1351年の黄河の改修工事では、20万人の南人の労働者が集められましたが、工事費が横領され、労働条件もひどかったため、黄巾軍という反乱軍が立ち上がりました。これは、軍事屯田や労働の強制という仕組みが、実はとても脆かったことを示す出来事でした。さらに、気候の変化も影響していたと考えられます。西暦1207年から1219年にかけて乾燥した時期が続き、黄河の水位は平均で 3.5 メートルも下がりました。このひどい干ばつが、近朝の農業を弱らせ、軍隊に送る物資を集めることを難しくしたと考えられます。気候と戦争の関係をはっきり示すデータはまだ足りませんが、最近の花粉分析や地層の研究が、その手がかりを出し始めています。病気の流行についても、詳しい記録は失われていますが、元史という本には、軍の中で病人が次々と出たことが記されています。長い距離を移動する遠征ルートでは、感染症のリスクが高かったのでしょう。具体な病名や死者の数は分かりませんが、不衛生な環境が軍の戦う力を弱めた可能性は高いと言えます。このように、モンゴルの南下は、近朝を滅ぼし、次に南宋を追い詰めるという2つの段階を経て、中国大陸の政治の仕組みを根本から作り変えました。近朝の崩壊は、軍事な弱さと内部からの崩壊が同時に起きた結果でした。また、南宋の守りは、要塞に頼る作戦が、投石機や水軍という圧倒な火力に対抗できず、最終に元朝による統一へと向かいました。元朝は、四等人制や下り小制度、包み税制といった独自の仕組みを作り、漢文化とモンゴル文化を混ぜ合わせた新しい国家体制を作りましたが、その中には民族間の不平等と重い税金の負担が深く根付いていました。これからの研究では、地面から出土した遺物と古い本に書かれた記録を合わせて分析することが欠かせません。近朝の首都であった中都の周りにある焼けた層や城壁の断面を詳しく測ることで、
当時の戦いがどれほど激しかったかを物理な証拠で裏付けることができるでしょう。また、気候の変化と財政危機の関係を示すために、花粉のデータと税金の記録を合わせたモデルを作ることが求められています。さらに、人工知能を使って、いろいろな言語で書かれた資料を自動で翻訳し、比較分析することで、モンゴル側とカンド側の書き方の違いを数字で出し、どれくらい偏りがあるかを視覚に明らかにできるはずです。最後に、歴史の記憶は、支配した側と支配された側で大きく異なります。金史という本は、金朝の貴族たちの忠誠心や、天の意志が変わったことを強調しています。元氏は、征服したことの正当性を掲げています。一方で、普通の人々や、口づてに伝えられた歴史の声はほとんど残っていません。この記憶の格差を埋めるためには、民間の伝承や地方の話し言葉の資料を集め、考古学な証拠と照らし合わせる多面なアプローチが必要です。モンゴル帝国と東アジアの都市文化に関する国際な共同調査は、すでに遼陽、大同、開封の遺跡で建物のスタイルの変化を明らかにしつつあり、国家が崩れ、また作り直される過程を解明する重要な鍵となるでしょう。以上が、モンゴルの南下が金朝を崩壊させ、続いて南宋を圧迫し、中国大陸の政治秩序を根本に再編した過程の全体像です。戦争の血の跡と国家の瓦解、そして新しい統治体制の構築という3つの軸を通して、13世紀の中国がどのように変わったかを理解することは、現代における国家の治め方や民族関係の研究にも多くのヒントを与えてくれます。ここからは、モンゴル帝国が南へ進んだことで、軍事や経済、文化がどう変わったのか、そしてなぜ最後には崩壊してしまったのかを、3つの視点から詳しく見ていきましょう。第1部は、軍事作戦の変化についてです。金という国が滅んだ後、モンゴル軍は草原での戦い方だけではなく、長江のような川での戦い方を身につけました。特に注目したいのが、13世紀の初めに行われた長江での遠征です。モンゴル側は、船作りの名人である契丹の人々を招き、大きな木造船に火薬の砲台を積んだ飛船という強力な武器をたくさん作りました。対する南宋は、火のついた矢や石を飛ばす弓を使った火矢陣で守ろうとしましたが、飛船の破壊力には太刀打ちできず、要塞都市の防衛線は崩れ去りました。この戦いで、馬に乗って突撃するのが得意だったモンゴル軍が、水の上でも強い攻撃力を持てることを証明し、その後の征服において川や海の支配が欠かせないという考えが定着しました。さらに、黄河の堤防をわざと壊すという作戦も行われました。上流の堤防を壊して洪水を起こし、敵の拠点を水浸しにするという心理戦です。数千人もの労働者を無理やり集めて短期間で堤防を壊したと伝えられています。これにより、敵は食べ物の供給を断たれ、戦うことができなくなりました。このように、自然の力を利用した戦い方を組み込んだことは、モンゴル軍が単なる騎馬民族ではないことを示す重要な証拠です。第2部は、経済の仕組みと税金の問題についてです。元という国は、広い領土を維持するためにお金が必要でした。そこで、農民に一定の土地を割り当てて農業を盛り上げる人下制という仕組みを復活させ、収穫量に合わせてお米を納めさせました。しかし、実際にはモンゴル貴族が持つ大きな牧場と土地が重なってしまい、うまく機能しませんでした。地方の役人が腐敗し、特に四川盆地の山岳地帯では、役人が農民から土地を不当に奪い、代わりに過酷な労働を強いたため、村から人がどんどん消えていきました。また、海での貿易を広げたことも、良い面と悪い面の両方をもたらしました。泉州や広州などの港町では、アラビアやペルシアの商人と香料や絹、陶磁器を取引し、一時に税収が跳ね上がりました。しかし、同時に海賊が激しくなり、警備隊を増やしたり防御施設を作ったりすることに莫大な予算が使われました。結局、貿易で稼いだお金が防衛費で消えてしまい、家計簿が赤字になるような状態になりました。外から入ってくるお金よりも、
守るためのコストが高くなるという構造な問題が財政危機を深刻にしました。第3部は文化の交流と宗教の在り方についてです。モンゴルの支配下での文化交流は単に強い者が弱い者に押し付けるのではなく、お互いに影響し合う複雑なものでした。例えば仏教への保護は手厚く、皇帝はチベット仏教の構想に高い役職を与え、お寺への寄付を国の財源の一部にしました。これによりチベット、モンゴル、漢族の僧侶が協力して経典を書き写す場所ができ、サンスクリット語から漢文への翻訳が盛んに行われました。その結果、インドや中東の医学や天文学の本が広まり、宋の時代の科学技術が見直されるきっかけとなりました。しかし、その一方で、一部の宗教や考え方には厳しい態度を取りました。特に元が終わる頃に現れた白蓮教は、農民の不満を吸収して広がりましたが、政府はこれを邪教として厳しく取り締まりました。信者たちは地下組織でこっそりと本をコピーして信仰を守りましたが、検閲官によって本が焼かれました。このように、受け入れる宗教と弾圧する宗教という二面性があったため、支配する側とされる側の心の溝が深まり、それが大きな農民反乱の火種となりました。第4部は、内部の矛盾と崩壊への流れです。元の統治は、身分を分ける四等人制と、地方を管理する下り省制度という二重の仕組みでしたが、次第にうまく回らなくなりました。モンゴル人、色目人、漢道、南人という身分が固定され、特に漢度の官僚は重要な決定権を持つ場所から外されました。不満を持った地方の漢度官僚は、勝手に税金の集め方を変えたり、中央への報告を遅らせたりするようになりました。これが地方の独立心につながり、地方の有力者が独自に軍隊を持つケースが増えました。さらに、気候の変化による農業の不振が追い打ちをかけました。15世紀の初めにひどい乾きが続き、黄河流域の稲作面積が3割以上も減り、お米の値段はいつもの2倍に跳ね上がりました。町では飢えが広がり、村では働く人がいなくなったため、兵隊を集めることも困難になりました。絶望した人々が自発に武器を持って立ち上がったのが黄巾の乱です。この乱は単なる農民の暴動ではなく、カリスマな指導者が各地で独立した国を作る動きに発展しました。海沿いでは海賊のような勢力が貿易ルートを遮断しました。元は海軍を立て直そうとしましたが、お金がないため船が作れず、反乱を止めることができませんでした。最終に、元は財政の破綻、軍事力の低下、民族間の不平等という3つの危機に直面し、アキラという新しい国に道を譲って崩壊しました。明かりを立てた主元将は、元のやり方を批判し、民が上にあるという新しい考えを掲げました。身分制度をなくし、試験による官僚登用制度である科挙を復活させ、漢民族中心の国を作り直しました。これは、元が試みた多民族共存の形が、再び民族のまとまりを重視する体制に戻ったことを意味しています。第5部は、最新の研究と分析についてです。最近の研究では、文字で書かれた記録だけでなく、地面から出た遺物や科学な分析を組み合わせて調べています。例えば、内モンゴルの古い城壁を放射能で年代測定したところ、金から元に変わる時期に防御線が急激に広がったことが分かりました。また、黄河の地層を調べると、13世紀の初めに大規模な土砂災害があったことが確認され、それが金の農業を壊した原因だった可能性が出てきました。さらに、デジタル技術を使って、元の歴史書と金や宋の歴史書を分析しています。言葉の使われ方を調べると、モンゴル側は征服や征討という言葉を多く使い、漢側は災害や飢饉、抵抗という言葉を多く使っていることが統計に分かりました。これにより、書き手の偏りを抜きにして、多角に歴史を捉え直すことが可能になっています。また、地域に伝わる歌などの交渉詩も重要視されています。雲南や紀州の山岳地帯に伝わるモンゴル信仰の歌には、公式な記録にはない被害者の視点があり、特に女性や子供がどう経験したかが記されています。
こうした民間の記憶を遺跡と照らし合わせることで、戦いの後と人々の暮らしが交差する本当の姿が見えてきます。まとめると、モンゴルの南下は単なる戦争ではなく、お金、法律、文化、宗教が複雑に絡み合った大きな変化でした。その中で生まれた矛盾と外からの圧力が、元の寿命を縮めましたが、同時にその後の明清の統治方法に深い影響を与えました。今の研究は、忘れられた人々の声を復元し、当時の中国大陸の姿を立体に描き出そうとしています。これらの知見は、現代の多民族国家の運営や、環境の変化が政治に与えるリスクを考える上でも、重要な鍵となるはずです。この結論を踏まえ、モンゴルの南下がどのように金の崩壊を早め、南宋を追い詰め、中国の秩序を根本から変えたのかを、戦争と国家崩壊の視点からさらに深掘りします。第一節は、金王朝の守りと内部の矛盾についてです。金は北の草原民族を防ぐため、長城のような要塞をたくさん作りましたが、その費用は国の収入の3割以上を占めるほどでした。そのせいで農民への税金が激増し、地方の有力者との争いが激しくなりました。特に辺境の領主たちは、要塞の管理権をめぐって中央の役人と衝突し、軍の指揮系統がバラバラになりました。さらに、金は漢族の官僚を排除し、モンゴル系の貴族だけを優遇したため、地主たちの不満がたまり、村の経済も崩壊しつつありました。第二節は、モンゴル軍の戦術と心理戦についてです。モンゴル側は、馬で射撃する戦い方に加え、わざと逃げて敵を誘い出す偽装撤退や、完全に囲んで叩く包囲殲滅という技法を確立し、金の守りを次々と突破しました。特に1215年の黄河での決戦では、夜中に堤防を壊して補給路を断ちました。これにより金の指揮官は情報を失い、兵士のやる気は急落しました。また、捕虜に優しく接することで降伏を促し、戻った元将校から内部情報を漏らさせるという心理戦を展開し、金の内部崩壊を加速させました。第三節は、金の経済崩壊と食糧危機についてです。13世紀の初め、黄河の氾濫とひどい乾きが重なり、主要な農業地帯である川北平原の稲作面積が4割も減りました。税収は前の年の6割まで落ち込み、政府は紙幣を大量に刷りましたが、これが激しいインフレを招きました。物価は10年で2倍以上に跳ね上がり、町では飢えが広がりました。農民は税金を負けてくれと各地で反乱を起こし、それを抑えられなかったことで、金の軍隊は兵士不足に陥りました。やがて、傭兵や捕虜となった兵士に頼る危うい構造に変わっていきました。第4節は、南宋の悩みと軍事改革についてです。金が崩壊しそうになると、南宋は北からの脅威が減ったことに安心しましたが、同時にモンゴルが直接攻めてくるという強い危機感を抱きました。宋は話し合いによる平和路線を維持しながら、海での貿易でお金を稼ごうとしました。1271年には、福建の沿岸に新しい造船所を作り、火薬を積んだ砲艦の開発を進めました。これにより、宋の海軍は漁船のような船から、装甲と大砲を備えた近代な艦隊へと進化しました。しかし、陸上では、防衛は依然として弱く、江南の水郷地帯では川岸の要塞建設が遅れ、モンゴル軍の水上からの侵攻を食い止めることができなかった。モンゴルの南下と宋との包囲戦について見ていこう。1275年、モンゴル軍は河南や湖北を横断し、長江の中流域にまで進んできた。彼らはまず、上比と学州の要塞を次々と落とし、長江下流の交通網を掌握した。宋はこれに対抗し、武州や慶州に臨時の防衛司令部を設置し、民間から集めた資金で火薬庫を増やした。だが、モンゴル軍の機動力の方が優れていた。1280年、臨安つまり現在の広州をモンゴル軍が包囲した。彼らは水上を進む歩兵と騎馬の弓兵を組み合わせ、宋の堤防を迂回して直接都城に侵入しようとした。宋側は堤防が破壊されるのを防ぐため、
石壁工事を急いでいった。しかし資材が足りず、労働者も疲れ果てていて、工事は遅れた。最終にモンゴル軍は堤防の一部を破壊し、洪水を利用した奇襲に成功した。次に、宋内部の政治闘争と統治の正当性の喪失についてだ。モンゴルの圧力が高まる中、宋の内部では宰相派と皇帝側の権力闘争が激しくなっていた。宰相の長清中は、軍事費を削減し、税制を改革することを提案し、民衆の支持を集めた。しかし、皇帝は伝統な儒教の統治理念に固執し、改革を拒否した。その結果、地方の官僚が独自に軍事力を保持するようになり、宋王朝は地方割拠の状態に陥った。さらに、南宋の文官階級は、モンゴルの支配を受け入れるべきかどうかで分裂した。官僚機構は機能不全に陥り、政治な分裂はモンゴルが提供した寛容な支配モデルが宋の正当性を根底から揺るがす要因となった。モンゴル支配下の行政再編と法制統合について見ていこう。元が正式に中国本土を支配すると、四島人制はさらに細分化された。色目つまりモンゴルやウイグルと漢土の根血階層が新たに設けられた。元は中書省や下り省制度を拡張し、地方行政を直接監督する仕組みを導入した。法典はモンゴルの慣習法と管律を併合し、元律と呼ばれるハイブリッド法典が制定された。この法典では、商取引に関しては契約自由を認めたが、土地所有権はモンゴル貴族に優先に与えられた。そのため、漢土農民は土地を失い、賃貸労働へと転換を余儀なくされた。社会流動性は低下した。南宋残党と海上逃亡についてだ。宋の最後の抵抗勢力は、海上に脱出し、現在のベトナム、タイ、マレーシアの沿岸に散らばった。彼らは宋の官僚制度と儒教教育を持ち込み、現地の王国に官僚制度の模型を提供した。この影響は、チャンパ王国やスンダ王国における官僚制度の整備に顕著に現れた。東南アジアにおける宋式行政文化の拡散を促したのだ。さらに、宋の技術者が持ち込んだ造船術と火薬技術は、地域の海軍力を飛躍に向上させた。後のマラッカ海峡の交易ネットワーク形成に寄与した。政治秩序の再配置と長期影響についてだ。モンゴルの南下は、単なる領土拡大に止まらなかった。既存の封建権力構造を解体し、中央集権かつ多民族な統治モデルを施行した。その過程で生じた四島人制の硬直化と、漢族官僚の排除は、後の明王朝が再び科挙制度を復活させる際の教訓となった。アカリは、民族融合よりも、民族同質性を掲げ、元の多民族共存体制を批判に継承した。一方、清は満州族が支配層となりながら、漢族官僚を再度取り込むという、元の二層構造を部分に再現した。このように、モンゴルの侵攻は中国の王朝交代における、民族政策の循環パターンを確立したといえる。比較史視点から見る国家崩壊のメカニズムについてだ。金、宋、元の3段階にわたる崩壊プロセスは、環境要因と外圧の二重作用が相乗に機能した典型例である。近年のシミュレーション研究では、黄河流域の土砂輸送量が3割減少した場合、農業生産率が2割低下し、税収が同程度に減少することが示唆されている。これに加えて、モンゴル軍の高速移動能力と情報網が地方間の対応遅延を招き、統治効率をさらに低下させた。したがって、国家崩壊は外ショックと内部脆弱性の相互作用としてモデル化できる。現代の国家リスク評価にも応用可能な考え方だ。新たな資料と未来研究の方向性についてだ。最新のデジタルアーカイブ化プロジェクトでは、モンゴル語碑文と宋代漢文書のクロスリファレンスが可能となった。両者の語彙使用頻度の相関分析が進んでいる。特に、征服、納税、保護の語彙が同時に増加する時点は、
モンゴルが地方自治体に対し税収徴収権を委譲した瞬間と一致する。このような微細データは、従来の大女子士官を補完し、地方レベルでの支配形態の多様性を浮き彫りにする。今後は、股間共学と結びつけた、気候と政治の双方向モデルの構築が期待される。13世紀中国大陸の変容をより精緻に描写できるだろう。以上の考察は、モンゴルの南下が金王朝の崩壊を引き金に、南宋を圧迫し、結果として中国全土の政治秩序を根本に再編成した過程を、軍事決定要因と制度脆弱性の双方から捉え直す試みである。これにより、歴史転換点における外圧と内部矛盾の相関関係が明確化される。現代の多民族国家運営や環境リスクマネジメントへの示唆が一層深まることが期待される。この結論を踏まえて、次に注目すべきはモンゴル支配下で顕在化した地方自治体の二重構造だ。元初期、江南地域では9層の豪族が保護領主として残存し、同時にモンゴル直轄の州市が新設された。この2層統治は、税収の二重課税と法混乱を招き、農民層の不満を増幅させた。特に浙江省の古州では、保護領主が徴収した租税を自らの軍事資金に流用し、元官が介入すると逆に兵糧が枯渇するという悪循環が生じた。結果に小規模な農民反乱が頻発した。これらの反乱は、元の情報網が未熟だったことを露呈させた。モンゴル側は迅速な鎮圧のために、騎馬郵便隊を拡充し、通信速度を従来の徒歩から飛距離に100キロへと飛躍に向上させた。さらに、モンゴルが導入した四島人制の実務運用は、単なる身分区分に止まらなかった。土地所有権の再配分を伴ったのだ。北方草原出身の貴族が江北平原の肥沃な耕地を取得した結果、既得権益を持つ漢族地主は急激に資産を失い、都市部への人口流入が加速した。この都市化は、長安や開封に信仰の商人階層を形成させた。彼らは元の契約自由、政策を利用して国際交易ネットワークを拡大した。その結果、シルクロードの西端から東海岸までの貨物流通量は、前王朝比で約3割増加し、経済繁栄と同時に社会格差も拡大した。文化面でも、モンゴル支配は意図な融合政策を展開した。元の宮廷ではチベット僧侶が儀式役割を担い、ペルシアの画家が壁画を手掛け、イスラム教徒の医師が公衆衛生制度を整備した。これに対し、漢族知識人は、中華復興の思想を掲げ、科挙制度の復活を求める声を高めた。しかし、元の統治機構は科挙廃止を堅持したため、学術対立が激化した。結果として、13世紀末の石壁付近では、儒学者と仏教僧が共同で、学問自治の宣言を行い、地方自治体レベルで独自の教育機関を設立した例が散見される。最後に、これらの内部変容が後世の王朝交代に与えた影響を検証すると、明かりが科挙を復活させた背景には、元期の行政混乱と土地集中への反動があったことが明らかになる。また、清が満州貴族と漢族官僚の二層構造を再構築したのは、元の経験を選択に継承しつつ、民族統合の新たなモデルを模索した結果である。したがって、モンゴルの南下は単なる軍事侵攻にとどまらなかった。政治、経済、文化の多層再編成を促し、その遺産は以降の中国史全般にわたって複合に作用し続けていることが改めて確認できる。